食べたいものを自分で作れたら食べれるじゃないかと思ったんですよもうサラダにそんな時間かけんともっともう簡単にしたらいいんちゃいますかとかってね言われるんですけども。もう電気屋はあかんと思ってこうガラッと変えたんですよ。これ5番さんお願いします。一回豆をひいてる。大体ね。ありがとう。電気屋してる時にソニー動画を見てくださる視聴者さん向けにコーヒーチケットを購入しました。朝やランチ時は混むので15時以降でぜひ行ってみてください。儲かる飲食を見てきました。コーヒーチケットありますかと聞いてみてください。押すと前のその水先屋の時の清水さんでしたっあそうです、はいそこのポン酢を同じとこから取って使わせてもらってるんです。ポン酢もせっかく前の店で作っとったんでなんかやるのもったいないなと思ってやってるだけのあれで結構高いじゃないですかポン酢って買うと高いんで。自分で作った方がね美味しくていいわけですもんね。朝日ポン酢とか一升瓶3000円ぐらいするんでだからはい。これが明日のハンバーグ4時間ぐらい炒めたんですけど炒め終わったところなんですけどこれいつ炒めてたんですか？営業しながらです。もうこれはもう時間かかるんでいつももう2時ぐらいから6時ぐらいまでずっとここで大変ですね。そのお客さんにも気を使いながそうらなんですよまた帰るんですか？ 4時5時で1回帰って風呂入ってで7時に起きて子供の朝ごはん作ってで洗濯物干して皿洗って8時半にこう来てやること多いですね。そうなんですよ。大体そんな感じなんですよ。だからここで2時間寝て家帰って2時間寝てるってもうそうなんですね。そんなに遅くまでやってるんですか？大体去年の10月ぐらいにはい。忙しくなったんですよ。そしたらもう営業中に全く仕込みができなくなって終わってからになったらもう毎日5時とか6時までここいてしてましたね。こうすると千切りにできるんでへえ。もうちょっと時間の時にかつらむきしとくんです。その小さい頃からいずれは継ぐのかなみたいな。そうですね。まあもともとやっぱり飲食するつもりでずっといてたんで、うちここもともと電気屋なんですよ。なんか看板にも書いてありますね。泉電気って書いてあるじゃないですか。で電気屋でうちの父親が電気屋辞めて喫茶店になったんです。そこに電気屋が大きい電気屋がやっぱりもう、ね、どんどんできて、ありますね。今もう潰れましたけど時代ですね。でそれでもう電気屋はあかんと思ってこうガラッと変えたんですよ。それが僕が小学校1年の時なんでもう35年もっとか40年近く前ですね。でそれでやっぱりずっと親が働いてたんでなんか食べたいものを自分で作れたら
食べれるじゃないかと思ったんですよそのチャーハンなりね天津飯とか好きやったんで、そんなの食べたい時に自分で作れるようになったら食べれるなって思って料理し始めたのが最初ですかね小さい頃からもう手伝わされてましたんで小学校の時からもう忙しいから手伝ってくれとか言って、そういうのもあってまあもともとやるつもりで向こうには行ってたんですけどね。フランス料理は2年で辞めましたけど、水炊きの店は8年ぐらいですね。水炊きのお店だったらポン酢はよく作りますもんね。ポン酢はそうですね、もう欠かせないんで、柚子とすだちを。これで1日半ぐらい置いてからこしてます。このまま置いてます。ここでチキンカツを食べたんですよ。はい。なんかちょっと普通に出てくる感じじゃなくて美味しかったな、柔らかかったなみたいな。ちょっとこうなんかやってます？何もしてないんですよ。それすごい言われるんですけど、普通に筋取って切って塩コショウしてパン粉つけてるだけなんです。これももうあんまりあれなんですよ。彩りだけ最初考えて作ってたんですよ。いいですね。はい。同じ飲食してる子にもうサラダにそんな時間かけんともっともう簡単にしたいんちゃいますかとかってね言われるんですけども、一回やり始めたらやめれないんで。これがもう山盛りこんもりするぐらいしてやっとこれ5個ぐらいですね。玉ねぎ嫌いとかこの人はポン酢使わへんとか、なんかもう長年の常連さんの。そうなんですよ。だからもうサラダとかでもこの人人参嫌いやから人参抜いとこうとかいやもういやそんなんしてるんです。パプリカ嫌いやとか、それを頭に覚えてもう来はったらもうこの人は人参抜かなあかんとか。皮を取っちゃうんですね。皮を取ってます。でここの中に筋があるんです。ここにこの筋は取ってますね。それはなんか水炊きの時に覚えたんですか？その時気にしてなかったんですけど、帰ってきてからやりだして、この筋なんか嫌やなと思って取り出したんです。はい。それが柔らかいあれなんかなとかも思ったりするんですけどね。あんま切んないですもんね。はい。普通は。でもこうバーって切ってしまってもいいんですけど、なんかね、ちょっとこの筋が嫌やなと思って。それがあるかもしれないですね。左利きなんでね、すいませんね。ここのこういうちょっともう余分な筋のあるところは全部取ってしまってるんです。これがチキンカツになるわけ？そうです。これがチキンカツです。最初はハンバーグから始めたんです。ハンバーグ680円でやって、でサラダもあんなにもうキャベツの千切りだけででひじき炊いてだし巻き卵つけてみたいな感じでやってたんです。はいはい。でそこから始めて佐賀の温泉湯豆腐やったりとか結構変わってますね。はい、そこからチキンカツ始めてたんですよ。でチキンカツを最初500円でやってたんですよ。量ももう多分2枚の3枚の量のチキンカツを500円でやり始めて、そこからちょっとずつ徐々にお客さん増えて、最初の頃なんかやっぱりもう全然お客さんコーヒー飲みに来るだけ。そうそうそう
で安すぎたから逆に冷凍使ってるんちゃうかって思われたりとかここで飯食ったら昼から眠すぎるとか言って量多すぎておばあちゃんとか食べきれんみたいな。そうそうそう、だからもう食べきれへん分持って帰ってくださいって言ってパック渡してたんですよ1枚のはだいたい60から70ぐらいになるようにその間ぐらいで切ってるんです。で2枚のは100から110ぐらいの間に収まるようにしてます。っていうこういうこれだけでしかしないです。これにあと味付けしてるだけなんです。塩コショウとちょっとガーリックで。なんか一日漬け込むとかそういうわけじゃなくて。いやもう何もしてないです。もう朝に塩コショウして、ほんまこれ以外何もしてないんです。まあでも今細かくこう包丁入れられたり切ったり血合いがねやっぱりあると。調理は仕込みとか全部一人でやられてますか？ほぼほぼ一人ですね。その大根を吸ってもらうとか、その貝割れとか大根切ったのをああいうお皿に盛ってもらうのは母親とかにしてもらったりするんですけど、もうその肉切ったりとかはだいたいほぼほぼ一人でやってますね。チーズフライで、これはこの薄皮取って、でこれはもう筋を取って開いてるだけなんです。ほんまはねこれもこうやってこう引っ張ったらすぐ取れるんですけど、筋がやってるねありますよね。こうして昔はこうやって取ってたんですけど、そうすると身が分かれるんですよ、ここで2つに。で巻きにくくなるんで、こうできるだけこう身が分かれないようにしてるんですけど、これがまあプロの仕事ですよね。でこれにちょっとこう塩コショウをしまして、でこれをこの長方形にだいたいなるようにしてるんです。それで巻きやすくなるんですね。こうやっぱりこっちが太くてこっちが細くなると火の入りが変わるんで、大葉を2、3枚して四角い長方形のこんな長いチーズがあるんですよ。2本入る。でこれをこうサイズに合わせて、でこれをこう巻いてチーズが出ないようにこうしてるのがささみチーズフライっていう感じですね。最近これがよう出るんです結構やってることって洋食屋さんみたいな感じですね。家で結局作るのがめんどくさいメニューを僕らがするっていうのが仕事やなって思うんで、揚げ物とかそうなんですよ。家で作れんねやったら家で食べるわってみんななるじゃないですか結局。で一応こう13、15っていうサイズの規格なんですよ。エビが高くなったんでね、これ米の値上がりとエビの値上がりでなんかねもう利益が全然出ないのに消費税は払わなあかんっていうね、あれでもうしゃあなしで上げたんですけど、えらい高なったなって言われますねあー難しいですね。どうしたらいいんだろう心配になりますよ毎朝毎朝来るんですか？でここでお友達もできて、
コーヒーを飲まれてお話しして帰るみたいな。そうそうそう。でたまにお昼のランチ美味しいからね。そうですよね。うん、すごい美味しいから。でもう全部丁寧なのよ。でお持ち帰りもちゃんと分けて入れてくれはってね、ぐちゃぐちゃにならないようにしてくれはるから、すごく丁寧お仕事が。これは煮干しと昆布の出汁で、はい。朝沸かして、で木の水から出してるみたいな。そう昨日のうちにも水につけといて、で朝そういう弱火で炊いて、これハンバーグのお肉ですね。牛と豚と。うちはぬくめて置いとくとこがないんで、味噌汁一回もう全部冷ましてるんです。でいる分だけ出しといて、あとはもう全部冷蔵庫にしまってるんです。じゃあその都度温めてる。あ、そうなんですよ。すぐに全部使わないんで小分けにして小分けにして冷凍してるんですけど。いっぱいいっぱいこうドリップするんですか。前はな、ここ捕まりから今も来ない。つなぎに入れるんです。オールスパイスと、これはセロリパウダーです。はい。ハンバーグのはい。味付けというか。そうです。夏、あとブラックペッパーとオニオンパウダー入れてます。といろいろあとお砂糖が入ってます。55年とか。ああ、すごいですね。電気屋からやと100年ぐらいに。このお店すごいですね。あ、じゃあもう おじいちゃんおばあちゃんの頃からはい。残ってるお店も少ないですよね。商店街も息子さんが来てこう美味しいご飯がどんどん東こ京にいてたから。う修行されてましたよね。もう私らはもう本当に表でたこ焼きとコーヒーしか出してなかったですか。たこ焼きと焼きそばとみたいな。カレーとか、カレーとかスパゲティとか、そうそう。最初の頃なんかは時間があったんで、玉ねぎだけはもう自分で炒めとったらね、その炒めの時間はいくらでもあったんで、昔は最初の頃はここコンロにフライパン3つ並べて3つでやっとったんですけど、最近は半分自分で半分このもうできてるやつ、はい、半分半分で全部その既製品にするのが嫌やったんで。ハンバーグもなんかいろいろお店によってあるじゃないですか。肉肉しいハンバーグ、ふわふわなハンバーグとか。うちはもう玉ねぎ多めの感じで、まあ、肉肉しいっていうよりは玉ねぎ多く感じてもらいたいなと思ってやってるんですね。でもなんかお客さんがよう油が飛び出してきてって言うてはるんで、こう終わった時にああ、じわ。はい。毎度いらっしゃいませ。
すみません、お気になさいました。成形するのはいつのタイミングなの？成形するのは今から直前ですか？とりあえず奥さんにグラム分けしてもらって、であとはもう焼く前にしてます。疑問が入ること、鍋を変えたりしなきゃいけないから大変なんだ。はい。塩も入りました。70万、80万でも放送局は使うとるもんな、ソニーのはい。ハンディカムな。そう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 。もうそういう便利な時代になりましたよね。あーそんなことして丸型なんです。お待たせしました。手紙全部してる。手紙昔のこれだけで。まで用意してる。はい。はい。パン屋さんのパン粉なんです。あ、聞いてくださるんです。そうなんですよ。近所のいや、これ八尾から持ってきてもらってますね。八尾からはい。結構あそこが上がって。バーグのソースなんですけど、何ソースっていうんですか、これは。ソースジャポネみたいな感じで、玉ねぎとリンゴすりおろして、酒醤油みりん、お酢とサラダ油ですね。デミグラスソースもハインツのデミグラスソースを使うんですけど、そこに赤ワインとみりんに詰めてベースにしてそうです、ルー足してってしてるんです。味付けしてるんです。はい。唐揚げエビにレミで追加のエビ塩レミ入れてください。はい。ご飯お願いします。
用途を分けてるんですたまにねエビがダメっていう方いらっしゃるんで、観光と油は一緒なんであれなんですけどね、ちょっと気持ちちゃうかなと思ってあんまり聞いたことないですよね。まあ言わないでやってんのかな。どうかな。油が上がらないんですよ、なかなか温度が。大丈夫。お願いします。両方全部ですよね。どうぞ、テーブルのお席どうぞ。はい、どう、下せ。先生、今ちょっといっぱいですみません。毎度お気になさいました。毎度お気に。はい、どうもありがとうございます。お気にございました。アイスコーヒー。はい。これ5番さんお願いします。大丈夫大丈夫。どうぞどうぞゆっくりしてきてください。
きます。なんかカップもおしゃれですね。オーレは。ちょっと大きめでね。大きめか。はいあ、そうか。はーい。奥でいいですか。はい。はい。3380円。和風ハンバーグなんでハンバーグの上に乗せる大根を別に入れてるんです。はい、わからん。いつも持っていってるんちゃう？おろし入れてんの？もう入れてるな。あ、そうか。はい、ありがとうございます。計算いたします。はい、では行ってきます。ゼロベージです。はい。ありがとうございます。買ってない誰も。